ほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回はようやく諸々の疑問点が解決できたので、久しぶりに Bluetooth 無線化ユニットを紹介するぞ。今回紹介するのは、TRN の BT20XS。この手のモジュールは、このチャンネルでいつも紹介しているイヤホンたちを完全無線化して使用することができる、可能性に満ち溢れた商品だ。実は、結構こういうモジュールを使って出かけてるって人は多いんじゃない？今回紹介する BT20XS の特徴は、接続強度重視の定番コーデックのみに対応していること、高音質コーデックに対応しない代わりに、バッテリーの動作時間が長く、日常使用時に信号のぶつ切れが起こりにくい。特に、電車通勤の人なんかには有用な特徴じゃないだろうか。また、Windows や Mac などに接続する場合、AAC で接続されることがほとんどなので、そういった点でも、実用的なスペックにまとまっていると言える。iPhone の場合も AAC 接続だから、こいつがちょうどいいスペックなわけだ。バッテリーの連続動作時間が長い、と一言で済ませられないくらい、すごく長い。具体的に言うと、この手のモジュールって、大抵6時間くらいなんだけど、BT20XS の交渉連続動作時間は13時間だ。本気出してる。これには1日中作業してるふぐみかんもにっこり。接続強度も強くて、建物の階をまたいだ移動でも信号が届く。これくらい線から自由になると、家でも結構活用できるんじゃないかな。BT20XS には、初心者とこじらせマンに向けて2種類のものが用意されていて、僕のようなこじらせマンには、この3種類のコネクタが最初から同梱されるパッケージが、初心者には、一般的な TRN やライバルの低価格メーカーがここ数年採用している、QDC タイプのコネクタと、イヤホンが付属するパッケージが用意される。付属されるイヤホンは、単体販売もされるオーソドックスな1ダイナミックドライバーイヤホン、TRN MT1 Pro だ。MT1 Pro も単体で購入するとそこそこ値段のするモデルなので、どちらを選ぶかは悩ましいところ。ただ、KZZS トクスや、他社の2ピン、MMCX のイヤホンを持っている人は、コネクタが豊富に付属するパッケージの方を購入することをお勧めするぞ。コネクタが2種類付いてくるパッケージの方の、2ピンコネクタは、奥行きのある迷子み型のイヤホンには対応しないので、2ピンイヤホンでも相性があることに注意が必要だ。実は、完全な埋め込みにピンのイヤホンに対応するプラグって、低価格には存在しないんだよな。ネックバンド型なら選択肢があるかも。コネクタ部分はシリコン製で、耳に負担はかかりにくい。ただ、重量のあるイヤホンだと、ケーブルと違って安定感を失うかもしれないので、常識的な重量のイヤホンまでに限り、という印象だ。コネクタが1個しか付いていない型のパッケージだと、接続できないイヤホンがさらに増えるので、後々のことを考えると、やっぱり3コネクタ好きのパッケージを選択したい。また、TRN 系の無線化ユニットは、ケース収納時にちょっと無理ができるのが特徴。大型で、うまく蓋が閉まらないことを想定して、ファスナーで圧縮するようにケース蓋を閉める設計だ。ジッパーを開く手間はあるけれど、それ以上に対応イヤホンの幅が増えるので、こういった小さな点が、汎用性を引き上げるぞ。はてさて。そんなわけで、BT20XS の特徴は、安価、安定、長時間駆動、そして、対応できる幅が広いモデル、という印象だな。実際に使ってみると、どうか、というと。実は、この手の Bluetooth 化モジュールは、出始めの頃に触ったことがある。で、いくつかの問題で頭を抱えた。5つ目は微妙に足りない駆動時間。これは BT20XS の10時間オーバーの駆動時間で解決。2つ目は安定性の悪さ。これも、アンテナや Bluetooth のバージョンアップで改善。3つ目は肝中の肝、音質だ。BT20XS に至るまでに、TRN はいくつかの Bluetooth モジュールを発売したんだけど、僕が触ったことがあるのは、過去のモデル、それも便利で目新しくて、十分に優秀だったんだけど、音質面で見ると、音が細い、Bluetooth 特有のホワイトノイズがよく乗る、おまけに、スリープと復帰の際に、わかりやすくそのホワイトノイズが乗ったり止まったりするので、結構集中を切らされる問題ポイントだった。また、小型化の宿命で、アンプが貧弱になっていて、全体的に、音が細くなる、という問題があった。低音域がいまいち弱々しいというか、高音域が刺さるように聞こえる人もいたみたいだな。BT20XS は、これらの妥協が必要だと思っていたポイントが、綺麗に解決されている。並べると、ホワイトノイズ、Bluetooth の安定性、連続動作時間、音自体の質、このうち、音質面で残っている課題は、音質とホワイトノイズだ。この2点については、ホワイトノイズはほぼ聞こえない。これは、ホワイトノイズに敏感なイヤホンでもしっかり抑えられていて、設計の進歩が感じられる。
それから、音質、全体に低音が強くなった、Bluetooth チップの改良なんだろうか？それとも、アンプチップでも仕込んでるんだろうか？明らかに過去の BT モジュールより、大幅に余裕のあるなり方だ。サイズは変わってないんだけど、バッテリーは長く持つわ、動作は安定するわ、音質は改善してるわ、かなり優秀なのでは？若干、ウォーム感が増して、さすがに有線 DAC に比べると、多少譲る点はあるものの、ホワイトノイズなどの明らかな問題点はしっかり潰されている。有線モデルと比べても、若干空間が狭まったな、改造感が少し下がったな、くらいで、この利便性と価格の前には塵のような差だ。というわけで、BT20XS は、お手軽かつストレスフリーで安定した完全無線化を実現できる、初心者には特におすすめ度が高いな。初期のモデルにあったホワイトノイズや、低音の痩せる不満点も綺麗に解消されているので、過去の BT モジュールを使ったことがある人も、価格がこなれた今こそ再度チャレンジしてみてほしい。もう一度言うぞ、せっかくだから3種類のケーブル付きがおすすめだ。より上位のコーデックに触れたい時には、上位機種、BT30 が存在するんだけど、そちらを合わせて持つ場合にも、3種類のコネクタが付属する BT20XS を持っておけば、BT30 の可能性も引き上がるからな。問題点は基本外装が似てるから、どっちがどっちかわかりにくいことくらいだ。こんなところだな。最初にも言った通り、無線運用の際に必須な、いわゆる技的について、不明点があったので、レビューを中断していた商品だったんだけど、内部モジュールに記述がある場合、外装に記述するのは民意、とのことなので、ようやく安心してレビューを投稿することができた。技的関係、もうちょっとわかりやすくまとまったサイトがあるとなと思ってしまう。いや、こんなん悩むのは中華イヤホンとか中華ガジェットやってる人くらいなんだけども。といったところで今回はここまで。